お手軽プロ技レシピ。今日はですね、番組冒頭からお付き合いいただいています、リストランテフロリアのオーナーシェフで人気 YouTuber シェフロピアとしてもご活躍の小林明文さんに教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、寒い冬といえばお鍋が食べたくなりますよね。レパートリーを増やしたいという方も多いんではないでしょうか。今日はそんな方々にぴったりのイタリアンのお鍋を教えていただけるんですよね。そうですね。今日はナポリ地方の漁師飯なんですけれども、イタリア語でズッパディペシェという料理になります。海の幸とトマトソースを使って鍋料理なんですけれども、もう結構簡単に作れますので、お楽しみに。まずは完成品をご覧ください。こちらでございますが、本当に海の幸がたっぷり入ってますね。そうですね。具材は魚介類なら何でも OK で、今回はタイ、イカ、エビ、ホタテ、アサリなどを使っていきます。ということで楽しみなんですけれども、実はですね、今日は適当さんにもお召し上がりいただきまして、高人さんと食レポ対決をしていただきます。ということで適当さん、意気込みいかがでしょうか。食レポ対決ですか。はい、対決です。美味しさを伝えられるようにレポートしてみたいと思います。高人さんはいかがですか。適当さんには負けませんよ。頑張ります。そして気になるこの勝敗、この対決の結果というのは小林さんに決めていただきます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは材料を見ていきましょう。今日2人分でご用意しています。タイの切り身、それからイカが 100g ずつ、ホタテ貝柱が4つ、有頭エビが4尾、それからアサリが10個です。ニンニクが1かけ、オリーブオイルが 20g、白ワイン 100cc、トマト缶が1/2缶、そして塩、イタリアンパセリが適量となっています。それでは調理をお願いします。はい、お願いします。じゃあまずですね、材料からアサリは砂抜きしていただきまして、で、イカやお魚は食べやすい大きさにカットしてください。今日エビは頭を残して胴体側のこの殻だけ取っていきますね。これあえて頭を残していくんですね。そうですね。頭の部分でやっぱりこの味噌があるじゃないですか。旨味がやっぱ詰まってますので、それをスープの方に出していきたいんですね。あえて残して、捨てずに旨味を生かしていきます。で、この関節の部分にぐっと入れていただくと、背わたが取れますんで、これ引っ張り出してあげてください。ようじとかでもいいですね。ようじでも大丈夫です。この下処理大事になってきますか、やはり。そうですね。やっぱり食感がね、だいぶ変わりますんで、でなきゃないで大丈夫なので、とりあえず出してみてください。ということで、食材が整いました。そしたらね、早いです。意外にここから、まずは鍋にオリーブオイル。オリーブオイル 20g です。で、ニンニクを加えて。ニンニク今日は1かけみじん切りにあらかじめしたものを入れていきます。そしたらですね、もうここにエビとアサリを加えていきます。有頭エビが4尾、アサリが10個入りました。そして白ワインもここで加えちゃってください。白ワイン 100cc ですね。これ火力どのぐらいがいいでしょうか。でね、ちょっと沸いてくるまではここで強火にしていただいて大丈夫ですね。ということで火が通ってふつふつとしてきましたね。ここで今日のプロ技です。これどういうことでしょうか。ですね、白ワインをこの時点でしっかりと沸騰させてあげる。で、そうするとアルコール臭も飛びますので、この時点で飛ばしてあげないとなかなかね、アルコール臭抜けなくなっちゃいますので、まずはしっかりと飛ばしてあげてください。白ワインをしっかり沸騰させてアルコール分を飛ばす、これが今日のプロ技でございます。ということで、アサリの口が開いてきましたね。そうですね。エビもね、色が変わってアサリ開き始めてきますので、そしたらもうここにですね、イカとかホタテとか、他の食材ですね。これもどんどんボンボン入れていっちゃって。イカが 100g、それからホタテ貝柱が4つです。それからで、具材を入れたらここにお水と、それからトマトソースも加えていきます。トマト缶2分の1缶ですね。水はひたひたになるくらいまで入れればよろしいでしょうか。そうですね。で、このまんまもう強火で一度沸かしてください。沸かしまして。
沸いてきたらちょっと火加減落としていただいて、はい、って感じ10分ですね待ちます。で、今日は10分ほど煮込んだものをあらかじめご用意しました。はいそれでは小林さん、はい、オープンをお願いします。オープン。わあ、美味しそうですね。グツグツと。ねえ、これ魚介の旨味が溢れ出しているでしょう。もうそうですね。はい旨味しっかり出てると思いますので、最後にですね、はいお塩で、調味をしてください。はい、味を整えていきます。はいこれ他にどんな具材が合いますか？具材もこれ本当何でも合うんですよ。白身魚全般いけますし、サーモンとかね、鮭とか、あと貝もムール貝みたいなものがもう合いますね。ああ、なるほど。はい。もう具材入れる順番っていうのも大事になってきますね。火の通りにくいものからこう順番に入れてっていただければいいかなと思います。はい、ということで、今日は火の通りやすいタイ、イカ、ホタテを後から入れていきましたが、いい具合になりましたので、お皿に盛り付けていきます。はい。うわ、もうこれはいいですね。ちょっとこのお鍋料理というのが特別なものに感じるような、本当にメインディッシュそのものというごちそうお鍋でございます。はあ、意外と気軽にできるんだなっていう印象あります意ね。外にね、ボンボコね、本当に入れてっていただければ勝手に美味しくなりますから。勝手に、はい。なのでご自宅にある食材でまたアレンジしていただいてもいいかもしれないですね。そうですね。はいでここにね、パスタ入れるとペスカトーレみたいになっちゃいますからね。なるほど、はそれもいいですね。で、最後にイタリアンパセリをちょっと飾って、これで、ズッパディペッシャの完成です。はい、はい、ということでトマトと魚介のあったか鍋ズッパディベッシェの完成です。あっという間でございました。いや、美味しそう、いい香りがこのスタジオに漂っていますけれども、この後お二人の食レポ対決が待っています。楽しみにしていますからね、よろしくお願いします。ではまず適当さんからお願いします。じゃあいただきます。いただきます。どうぞどうぞお先に。じゃあお先に頂戴します。毎週やってますからね、私はなんて言ったって。はい。どうぞお先に。いや、めちゃめちゃうまそうですね。圧をかけてるちょっとじゃあエビからいただきますね。うわ、ちょっお熱いのでね、お気をいただきますつけください。と、いかがですか？美味しい。いいですね、表情がまた。こんなに簡単にできてこんなに奥深い味になるんですね。いや、本格的なイタリアン食べたの初めてです。イタリアのお鍋ということなんですが、思い残すことはないですね。もう満足です。はい、ではお次に行きましょう。なるほどね。高戸さん、はい、こうお願いします。いう感じで来ましたね。じゃあ私はまずね、このスープの方からいただきますね。いい香りするんですよ、もう魚介の。あ、しっかりとトマト、そしてニンニクのやっぱこの効いてますね、ニンニクが。それにこのなんていうんですかね、この魚介の旨味がもうギュッと入っているところがもう素晴らしくいいですね。はい、ということですが、お二人の食レポ対決、判定はいかに小林さんお願いします。小林さんだから作ってるから美味しいですよ。非常に作ってるからこそ美味しいですよ。非常に難しいジャッジとなりましたが、今回の判定勝者適当さん。適当さんでした。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今日ご紹介しましたレシピと動画は番組の放送終了後にホームページにて公開いたします。ぜひこの冬、このおしゃれなお鍋で温まってみてください。小林さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いします。お願いします。